もし目の前の人を襲ってしまいそうなほど性欲を抑えきれなくなったら、あなたはどうしますか。2020年8月、中国四川省成都市、早朝6時、まだ薄暗い路上で横たわっていた一人の男性が目を覚ましました。男性の名はシャオチェン、近隣の大学へ通う学生でした。目覚めると同時に悲鳴を上げたチェン。彼は自分が下半身裸の状態で眠っていたことに気づいたのです。すぐそばの茂みには使用済みのコンドーム。状況を察したチェンは落ちていたズボンを履くと警察署へ向かい、無我夢中で走りました。くそ、僕はなんてことを。襲われると思わなかった相手に襲われたチェンの目には情けなさから涙が滲んでいました。一体誰が彼を襲ったのか。その人物は半年で60人をレイプした19歳の女子大生だったのです。半年で60人の男性を襲った女子大生強姦。彼女の中に異常な性欲が渦巻いていたその理由とは。世間から羨ましがられていた被害者たちが抱えていた感情は一生消えないトラウマだったんです。おさつけんちゃんです。いや、みやみこんです。いや、北海道でさ、私さ、旭山動物園にも行ったんです。旭山動物園行ったことある？ゴリラが1000匹ぐらいいるところ。何そのゴリラ山みたいなところ聞いたこともないわ。旭山動物園、まずちょっと行く前から私心打たれてて、キャッチコピーが素敵だったの。命を伝えるって、生きるを伝えるだったから、なんかすごいね、短くてね、コンセプトが分かりやすい、伝えたいことが分かりやすい、そのコンセプトに沿うようにすごい近い距離で生きてる様子を見ることができる。本当に野生とは違うんだけど、本当になんか野生に近い感じ。そうそうそう、人間の例えばね、ホークって分かるタカがもう本当に間近で見られるんだけど、目線がすごい自分も森の中に潜ったみたいな目線で見られるんだけど、それもなんかすごい距離が近くてドキドキしたし、もぐもぐタイムって言って餌を与える場面で、白クマとかね、ほんとでかいの、この画面じゃ収まりきれないくらいでかいので、白クマがもぐもぐしてる様子とか、もう怖いペンギンとかアザラシがもぐもぐしてる様子とかも間近で見られたりとか、すっごい感動だったんだけどさ、一回見たことあると思うんだけどさ、アザラシが目の前のトンネルをヒューって下から上にスーって抜けていく映像とか見たことない？なんかあるような気がする。そういう、それがあるのも旭水の中の山動物園なのね。そうそう、水の中が展示室の中に一本柱が立ってて、その柱の中が水槽になってるわけよ。なるほどね。でその中をアザラシがピューってとね、すっごいそれも可愛いんだけど、ぜひあなたも行ってみてほしい。かつ北海道ってね、二度美味しいなって思ったんだけど、冬も行きたくなった。やだよ。なんで寒い。なんか本州とは違った寒さって言うじゃない。だから違う景色で、その雪景色の中の白熊とかも見たくなったから、何回行っても美味しい北海道。阿寒湖もいいよ。阿寒湖行きたい。阿寒湖のホテルみたいなとこがあるんだけど、そこのご飯屋さん、ご飯食べる窓のとこから雪山が見えるんだけど、結構な確率でキツネがいいの。めちゃくちゃ素敵。でもなんか私ね、車運転してたんだけど、目の前普通にキツネちゃん通って感動しちゃった。あ、そうなんだ。じゃあ行かなくていい。そこら中に鹿だったりキツネだったりがね、いる北海道。すごく素敵なとこでした。今回は中国で起こった驚愕の事件をご紹介します。犯人は19歳の女子大生だったんです。彼女はなんと半年で60人もの男性に性的暴行を加えた連続強姦魔だったんです。女性のレイプ犯ってだけですごいなんか珍しい気がするんだけどさ、半年で60人ってどうやって何をしてそれを成し遂げたのよ。まあそこね、かなり気になるんですけど、まずそもそも彼女がね、なんでこんな異常な性欲を持つに至ったのかっていうね、その結果なぜ犯行に至ったのか、そういった経緯を深掘りできればと思います。夜の街へ繰り出しては若い男を襲っていたその女は一体何者だったんでしょうか。可憐な強姦魔。2020年8月、中国四川省成都市、23歳の男子大学生シャオチェンは恋人との夜の映画鑑賞の後、その余韻に浸りながら家路を急いでいました。そこは暗く人通りの少ない路地でしたが、成都市は整備の行き届いた治安のいい街。チェンはさして警戒する様子もなくその道を歩いていたのです。しかし、なんだ、ずっと見られているような。背後に気配を感じたチェンはその人物に気づかれないように後ろを確認しました。するとそこに立っていたのは白いワンピース姿の華奢な女性。気のせいか。一切怪しく見えないその姿にチェンはそう思い直し、また歩き始めたのです。次の瞬間、一瞬気を緩めたチェンの顔を覆ったのは柔らかいタオルの感触。状況に理解が追いつかないまま茂みの中へ引っ張られたチェンはその場で押し倒されてしまいます。彼にまたがり見下ろしているのは先ほど後ろを歩いていた白いワンピースの女。その女の正体は
あ、ワン、今日学校終わったらみんなでご飯行かない？いいよ、また後で連絡するね。校内ですれ違った友人にワンと呼ばれたその女性はまだ大学へ通い始めたばかりの19歳。白く透き通った肌に小さく整った顔立ち、大きな瞳、裕福な家庭出身の彼女は容姿端麗だったほか、優しい性格で友人や教師からも慕われていました。しかし穏やかに笑顔を浮かべるワンのカバンの中には男性を強姦するための睡眠薬とコンドームが常備されているのです。そう、彼女はごく普通の女子大生のように振る舞いながらも、夜な夜な街へ繰り出しては男性を襲う連続強姦。この半年で襲った男性の数は60人以上。犯行の詳細な日時や場所、手口、その時に何を感じたかなど、ワンは被害者60人分の記録を全て日記に書き記していました。あの時の彼も最高だったなあ。早く次のセックスがしたい。性的な衝動を抑えきれず、男性を襲い続けていた彼女は過剰性愛の状態にあると考えられるのです。いや、これなかなかどぎつい女ね。過剰性愛って何なのよ。異常なほどね、強すぎる性的衝動をね、持つことを指すんですけど、この状態になったのはね、ワンのね、育った環境っていうのも影響しているとされてるんです。本日のメトラキーワード、過剰性愛について。過剰性愛とは、単に性欲が強いという域を超え、自分では抑えられないほどの性的衝動を抱えている状態。異常な性的行動を繰り返し、日常生活や人間関係に支障をきたすレベルのものを指します。過剰性愛の状態にある女性の割合は男性の5分の1。珍しいケースではあるものの、女性にも一定数異常なほどに性的衝動が強い人がいるのです。過剰性愛になってしまう要因は大きく、幼少期の性的なトラウマ、親からの愛情不足、性的コンテンツへの過度な接触。このうちワンが該当するのは、親からの愛情不足と性的コンテンツへの過度な接触にあると考えられます。続いてワンの異常な性的衝動の原因となった背景を見ていきたいと思います。愛なき甘やかし。先ほど少し説明したように、ワンは裕福な家庭出身の女性。一人娘だった彼女は、両親から欲しいものは何でも買い与えられて育ちました。一方、両親は物質面ではワンに贅沢をさせていたものの、忙しさから一緒に過ごす時間がなく、家庭内のコミュニケーションは希薄。心理学上では、両親から適切な愛情を受けられずに育った子供は、その愛情不足を別の行動で埋め合わせしようとするといいます。ワンの場合、その別の行動が過激なポルノの主張だったのです。彼女は高校生になった頃からポルノ動画を見漁るように、私もこんな激しいセックスがしてみたい。多くの動画を見るうちに、ワンはさらに強い刺激をと求めるようになっていきました。そしてこの頃、ワンには初めての恋人ができたのですが、その恋人は彼女の異常な性欲に恐怖を抱き、すぐに逃げ出してしまったのです。ねえ、まだしたりない。もう一回したいな。一日のうちに異常とも呼べる回数の性行為を要求してくるワン。耐えきれないと感じた恋人は彼女に別れを切り出しました。このようにワンは性的な行為にのめり込み、もはや歯止めが効かないレベルに。一説に、ここまで性的欲求がエスカレートした理由もまた彼女の生育環境にあるとされています。幼い頃から欲しいものは何でも買い与えられてきた一方で、両親とのコミュニケーションは希薄だったワン。要するに彼女は甘やかされるだけ甘やかされ、しつけなどを一切受けていませんでした。そのために欲求をコントロールする能力が人並みに育たなかった可能性があるのです。いや、こう言われるともう親が子供と過ごす時間を確保するってことがさ、どれだけ大事なのか身に染みてわかるわね。だから物だけ与えたってしょうがないってことなんですよね。そうね。ちゃんと人として向き合わなきゃね、人がやっぱ育たないっていうことなんです。あまりにも強すぎる性的欲求を原因に恋人に別れを告げられたワン。以来、欲求をぶつける先を失った彼女は、夜の街へ繰り出しては若い男性を物色するように。最初は軽い痴漢行為にとどまっていましたが、そうした行為を繰り返すうち、ワンは相手の男性がさほど騒ぐこともないと悟りました。みんなむしろ私に触られて喜んでるわ。彼女はそう感じ取り、犯行はみるみる大胆なものとなっていくのです。こうして夜の街で男性を襲うようになったワン。ここから男性たちが体感した恐怖体験の数々とは。忘れられない夜。2020年8月のある早朝、23歳の青年シャオチェンは生徒市の人気のない路上で目を覚ました。
眠ってたのか。彼は昨晩恋人と映画を見た帰り道で何者かに口元を塞がれ、茂みの中に引きずり込まれたことを思い出した。しかしそこからの記憶は曖昧だった。脳裏に浮かぶのは背後から自分にずっとついてきていた白いワンピースの女性。あの女が何かしたのか。そんなまさか。その瞬間チェンはあることに気づいた。それは自分が下半身に何も身につけていないこと。どういうことだ。なぜ俺は何も履いていない。そして混乱の中、辺りを見回したチェンの目に飛び込んできたのは、乱雑に脱がされた彼のズボンと茂みの中に打ち捨てられた使用済みのコンドーム。全てを察したチェンの目からは大粒の涙が溢れ出していた。俺はなんてことを。チェンはレイプ被害に遭ったその日のうちに警察へ通報。周囲の防犯カメラを確認すると、確かにそこには白いワンピースを着た女が彼を襲う姿が映されていました。その白いワンピースの女の正体は、そうワンでした。睡眠薬を常備していた彼女は男性を押し倒した後、何らかの方法でその薬を飲ませ、意識を失わせた上で性的暴行を働いていたのです。防犯カメラの映像を見て思うけど、まさかこの女性が自分を襲ってくるだなんて思いもしないわよね。だってもうあらゆるそういう女性っていう先入観とかがあって、もう想像を超えてくるわよね、これは。まさにね、ワンのこの犯行っていうのは自分の見た目を逆手に取ったものだったんです。容姿端麗でおとなしそうな彼女に襲われた男性たちは動揺のあまり身動きが取れなくなってしまうんです。夜道で男性を襲うワンの姿は防犯カメラに捉えられてはいましたが、映像では彼女の顔までは分からず、結局身元の特定には至りませんでした。しかしこの時点で60人以上の男性を襲っていたワンは絶対に通報などされないと油断していたのでしょう。彼女はこの後自分からその正体を明かすような犯行に及ぶのです。それは男子学生のシャオチェンが襲われた約1週間後のこと。チェンの兄であるシャオツァオが夜道を歩いていると、色白で整った顔立ちの見知らぬ女が真正面から歩いてきました。避ける素振りもなく、むしろぶつかりそうな勢いで迫ってきたその女は、ツァオを目の前にすると、服をまくり上げ乳房をあらわにしたのです。ツァオの手を引っ張ると自分の胸に押し当てたその女。ツァオは突然のことに理解が追いつかず、抵抗することもできなくなってしまいました。ツァオにわいせつ行為を働いたその女は、紛れもなく1週間前に彼の弟を襲ったワンでした。その後ツァオは警察の似顔絵作成に協力し、似顔絵を見たワンの同級生が友人によく似ていると写真を提供。レイプ被害に遭ったシャオチェンがその写真を確認したところ、人相が一致し、ワンの特定逮捕に至ったのです。なんかもう聞いてて恥ずかしくなってくる犯行内容だよね。襲われた男性の方もさ、そうやって力を行使して突き跳ねることもなかなかできないだろうし、立ちが悪い犯行よね、これね。想定外すぎてね、対処に困りそうですよね。逆にね、世間では被害者を羨ましがる声も上がっていたんです。しかし被害男性の多くがそうした声とはね、逆の気持ちを抱いていたんです。偏見に阻まれた叫び。ワンを逮捕した警察は、彼女の日記の内容から60人以上の被害者がいたことを知りますが、そのうち通報したのはチェンとツァオの2人だけ。その事実から事件発覚後、ネット上では次のような意見が出回りました。被害者はいい思いができたから名乗り出なかったんだろう。俺もこんな美人に襲われたいわ。そう、被害男性に寄せられたのは哀れみではなく、被害に遭って羨ましいなどという不謹慎な羨望の声。しかし実際のところ、犯人が若く美人な女性だからといっていい思いができたなどと思っている被害者はほとんどいません。特に夜の路上でレイプ被害に遭ったシャオチェンのトラウマは顕著で、彼は事情聴取の中で何度も自分の意思を口にしました。僕はあんなに若くて華奢な女性に好きなようにされて抵抗もできなかったんです。もう恋人に顔向けできない。力で勝てるはずにもかかわらず抵抗できなかった情けなさ、恋人がいる身にして性的な刺激に体が反応してしまった罪悪感、そして相手が女性であったとしても突然襲われれば恐怖でしかなく、その出来事に快感は一切ありませんでした。深いトラウマを植え付けられたチェンは恋人ともまともに向き合えなくなり、その後破局を迎えてしまったといいます。以降も警察が捜査を進めると、日記に記載されていた被害者が次第に名乗り出ましたが、そのほとんどが事件に対しトラウマを抱えていました。彼らは女性に襲われたことを打ち明ける恥ずかしさと、通報しても信じてもらえないという不安から、その悩みを誰にも打ち明けられなかったのです。男性が性被害を訴えたとしても、実はまんざらじゃなかったんじゃないとかって言われちゃう危険性を感じて、なかなか言えないわよね。普通に考えて、見知らぬ女性にいきなり襲われるって外から見てエロい内容だったとしても、普
通に怖いと思うわよ。まあ日本の統計でもね、男性が性被害に遭った場合、偏見を恐れてね、通報しないっていうのがね、結構あるらしいんです。2020年に行われた内閣府の調査によると、性被害を経験した女性の割合は 6.9%、男性の割合は 1.0% とされており、男性の性被害は決して少なくないと分かっています。そのうち約7割が誰にも相談できなかったと回答しており、今回の事件と同じように男性が性被害を打ち明けることの難しさを示す結果が出ているのです。被害者の中には PTSD やへの意思、異性関係がうまく築けなくなったなどの悩みを抱える人も、男性であったとしても性被害によって植え付けられるトラウマは女性と何ら変わらないのです。一方で今回の事件の犯人ワンは被害者に対して次のように語ります。一人で夜遅くまで出歩いてるのが悪いのよ。誘ってるようなもんじゃない。彼女のその発言は女性の性被害者に対してしばしば寄せられる露出の多い服を着ている方にも非があるという意見と同じ理屈。ワンのその言葉もまた性犯罪に男性も女性も関係ないことを物語っていたのです。そう、認識を改めていく必要があるのは僕ら一般市民だけではなく司法も同じ。この事件においてワンは最終的にではなくわいせつ罪とされ、懲役3年執行猶予4年の判決を下されました。つまり60人以上もの男性を襲っておきながら現状で彼女が刑務所に入ることはないということ。この判決に対して皆さんはどう感じますか？男性の性被害が法制度の面でも軽視されているようには感じないでしょうか？男性だから女性だからという性差による偏見は未だ社会に根強く残り続けています。あなたはそうした性差による偏見にさらされたことはありませんか？おっそっす。皆さんいつもね、アルゴメトリをご視聴いただきありがとうございます。改めてなんですけど、この度ね、恵比寿の西口ね、徒歩、5分ぐらい、日比谷線4番出口から10秒ぐらいですかね、のとこに、シーシャバーシュメルっていうね、店をね、オープンしたんで、ぜひね、皆さんね、ご来店いただければと思います。今まではですね、僕とヤミコさんとかね、実際公開収録でね、使わせていただいたりとかね、したんですけど、週に2、3ぐらいはね、僕はいますと、ヤミコさんはね、稀にいると噂されてるんですけど、ぜひね、この2人に会えた時にはね、声かけていただければと思います。今のところね、2、3割は視聴者さんなんですよ。で、声かけてくれて、一緒にね、写真を撮ったりとか、そういったこともできるんで、特に C 社好きな方とかね、C 社行ったことないよって人でもね、もちろんうちのメンバーが教えたりもできるんでね、ぜひね、来ていただければと思います。